こんにちは、教授です。今回は3泊4日で伊豆を一周する旅をしていこうと思います。1日目と2日目は一人で回りますが、3日目からは友人と合流します。まずは東海北陸道を南下し、昼賀のサービスエリアで夕食をとります。そこから北陸道をさらに南下して、箕面インターチェンジで一度降り、岐阜県関市の武江川温泉でお風呂に入ります。富ヶ関インターチェンジから国道475号に乗り、新名神高速道路を進んで浜松サービスエリアで一泊します。翌日は朝から観光を開始して、まずは三島大社、そのまま南下して韮山反射炉、熱海を経由して伊東へと向かい、東海館を観光、その周辺で昼食をとります。午後はまずは大室山へと向かい、その後城ヶ崎海岸へ、その後は宿泊予定の伊豆市の神代の宿へと向かいます。この週末は北陸は大雪の予報が出ており、この東海北陸道の区間が雪でどうなるか心配でしたが、吹雪いてはいなくて安心しました。岐阜県に入るとさすがの積雪量で、中央分離帯の部分にとても大きな雪の壁ができていました。昼賀のサービスエリアに到着したので、夕食をとっていきます。昼賀の高原サービスエリアにはスマートインターチェンジがあるため、付近のスキー場の利用客がいて、なかなかに混雑しておりました。そして渦高く積まれた雪山がこの辺りの積雪の多さを物語っていますね。夕食は岐阜の郷土料理のけいちゃん丼を食べました。香ばしくてとても美味しかったです。サービスエリアに来ると、このミル引きのコーヒーの自販機にどうしても寄ってしまいます。ではお風呂を入るために関市の武江川温泉へと向かっていきます。昼賀の高原を過ぎると雪の量は徐々に減っていきました。東海北陸自動車道はトンネルを多く通ります。トンネル内だと雪を気にしなくていいので、とても安心しますね。箕面インターチェンジで下道に降りて、武江川温泉へと向かっていきます。ここが本日のお風呂、武江川温泉です。今回もフルーツ牛乳のノルマは達成しました。大きな宇宙が3つもあり、大きな露天風呂や壺風呂もあり、とても充実したお風呂でした。ここから静岡へと向かっていきます。再び東海北陸道に乗るのではなく、北
国道475号線から新名神自動車道へと向かっていきます。右手は愛知方面。見えているのは豊田市の市街地でしょうか。新名神自動車道へ合流していきます。新名神自動車道は一部区間で制限速度が120キロに設定されており、とても快適に走ることができました。今日はここ浜松サービスエリアで車中泊をしていきます。浜松サービスエリアはとても大きなサービスエリアで、様々な飲食店が入っていました。この時間でもおでんは売っていたので、静岡おでんを食べていこうと思います。選んだネタは大根、こんにゃく、もつとイワシを丸ごとすり身にしたものがあったので選んでみました。この時間まで生き残ってた大根です。面構えが違いますね。糸こんにゃくも出汁がとても染みています。次はイワシくんを食べてみます。イワシを丸ごとすり身にしたものですが、イカスミも入っているようです。だからこんなに黒いんですね。牛すじは売り切れていたので、牛もつを選びました。安定の美味しさです。それでは明日も早いので寝ようと思います。おやすみなさい。浜松サービスエリアは他にも車中泊をしている人がたくさんいらっしゃいました。朝食はサービスエリア内の飲食店で取っていきます。浜北食堂さんは平打ちうどんのお店、たぬきうどんを注文しました。天気は雲一つない晴天で安心しました。それでは最初の目的地の三島大社へと向かっていきます。途中、綺麗な富士山が見えてきました。これまで静岡や山梨方面には何回か来たことはありましたが、ここまで綺麗な富士山を見れたのは初めてでした。
長泉沼津インターチェンジから伊豆縦貫自動車道へと向かっていきます。三島塚原インターチェンジから国道1号線を通り三島大社へと向かっていきます。三島大社は伊豆の国の一宮、国の重要文化財にも認められています。とても楽しみですね。三島大社から国道136号線を南下して、次は韮山反射炉へと向かっていきます。韮山反射炉はユネスコの世界文化遺産の明治日本の産業革命遺産の一部を構成しています。
ここからは熱海へと向かっていきます。熱海は土日すごく混むと聞いているので、観光できるかは分かりませんが、可能であれば來宮神社を参拝しようと思います。伊豆の西側から東側まで行くので、山を通っていかなければいけません。この山がとても険しくて、熱海に入る際の下り坂は最大傾斜13度となっていました。エンジンブレーキを使いながら慎重に下っていきます。熱海に到着しましたが、案の定とても混んでいました。來宮神社の駐車場はどこもいっぱい。これは無理そうですね。本当は來宮神社と熱海城を観光する予定でしたが、ここはスルーしてこのまま伊東へと向かっていきます。伊豆の東側、海沿いの道を進んでいきます。峠を越えるごとに漁村が現れ、とても美しい光景です。この国道135号線はドライブに最適な道ですね。これから向かう東海館は昭和3年に開業された温泉宿で、現在は様々な展示がされている文化施設へとなっています。立派な建物のようでとても楽しみです。
昼食は東海館の目の前にあるうなぎまといにお邪魔しました。かなりの人気店なようですが、今回はたまたま席が空いており、待たずに入ることができました。香ばしいうなぎがとても美味でした。昼食後は大室山へと向かっていきます。大室山は標高580メートルの火山で、国の天然記念物にも指定されているようです。リフトで頂上へと向かうことができて、天気が良ければ富士山やスカイツリーまでも見渡せるようです。停车票不需要，请收起来。大室山の頂上は信じられないくらい風が強かったです。小学生くらいだと飛んでいくんじゃないかと思うぐらい強かったです。少し天気がどんよりとしてきましたが、城ヶ崎海岸へと向かっていきます。城ヶ崎海岸は大室山が噴火した際に流れ出た溶岩でできた海岸。全長9キロに及ぶピクニックコースや門脇吊り橋が絶景ポイントとして有名となっています。
車に帰ってきた直後からなんと雪が降ってきました。観光はこれで終わりにして今日の宿へと向かっていきます。今日泊まる神代の湯は伊豆市八幡の奥にあります。とても細い道をどんどん山へと向かっていきます。源泉かけ流しの温泉と自家製野菜を使った料理が自慢のお宿のようです。とても楽しみですね。木のぬくもりを感じれる館内は掃除が行き渡り、とても清潔です。本日泊まるお部屋です。内装は簡素ですが必要十分といったところでしょうか。窓からは周辺の集落が望めます。無料の Wi-Fi も完備しています。動画などを見る分には十分な速度です。早速お風呂へと向かっていきましょう。お風呂へは館内に接続している橋を渡って向かっていきます。道路や川を横断して橋を架けることなんてできるんですね。とても驚きました。温泉は母屋と別の建物となっています。日帰り温泉としても利用可能なようです。こちらの建物には男女の浴室と休憩室があります。牛乳の自販機もあります。後でいただきましょう。浴室は宇宙と露天風呂があります。宇宙はかなりのぬる湯でした。露天風呂は壁と天井があり、半露天のようになっています。こちらの方がお湯は温度が高かったですね。お風呂上がりに牛乳をいただきました。昔ながらの紙の蓋がついているものでした。このタイプの牛乳を飲むのは保育園以来です。問いの牛乳屋さんのようです。夕食は旅館自慢の自家製野菜を使ったお料理がたくさん出てきました。この一つ一つの小鉢のお料理の量が2人前ぐらいあって、とても量が多かったです。ここまで量が多いと知らなかったので、予約時に魚料理を1品追加してしまいました。これが追加した壺鯛ですが、これがとてつもなく美味しくて、追加してよかったです。もともと出てくる金目鯛です。伊豆は金目が有名なようですね。食後に貸切温泉に入ってみることにしました。一般的な温泉宿では貸切温泉は有料なことが多いですが、こちらのお宿では無料で利用することができます。しかし基本的には早い者勝ちだそうで、僕が来た時には
夕食直後の時間しか空いていませんでした。貸切温泉の方は普通の宇宙と異なり、北東石が沈められているようです。その効果か、ぬる湯にもかかわらず、とても体がポカポカと温まりました。今日はとても忙しかったので、入浴後すぐに眠ってしまいました。3日目の朝もとてもいい天気でした。朝ごはんです。玄米がゆがとても優しい味で、サバの焼き物はとても大きく食べ応えがありました。朝からお腹いっぱいになりました。3日目は修善寺で友人と合流し、下田から伊豆を時計回りに回って研いで宿泊する予定になっています。その様子は次の動画で。それではまた。